名前をね出してパクったって言っちゃったらもう引き下がれないのよね。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。韓国経済新聞のインタビューの中でっていうお話が出ていて、でもうこの辺りはX とか見るときにもう韓国のニュースネバーさんとかですかね、今ネバーさんかな、韓国経済っていう、これ今日本語訳になってますけども、ざーっと見ていくと要するに何が言いたいかというところですね。何を言ってるかというと、ニュージーンズさんたちのもう振り付けのニュアンスというか、楽曲のニュアンス、世界観とか、アイリットさんのその作品のニュアンスだったりとかが非常に似ているっていうのをミン・ヒジンさん自身が言ってるというお話ですね、この辺り。いやーちょっとね先にちょっと言っておきたいんですけど、ニュージーンズさんたちもアイリットちゃんたちも悪くないのよね、本当に。もうこれ結局大人のね争いになっちゃって、それに結果的に巻き込まれてるのは表に立ってるやっぱりアーティストの子たちなのよねっていう。だから本当にこのお話をするときに注意しなければならないのは、今回で言うとアイリットちゃんたちの名前がもう出ちゃってるんですけど、アイリットというチームという名前が出ちゃってますけど、彼女たちはね決して悪くないですから、そのあたりねできればお名前出してほしくなかったよなというふうに思いつつも、ただ逆に言うともう名前出さずにいられないよねみたいな風になっちゃってる状態なのかなみたいな。今回のこのニュース、今出てる現在時点でのニュースに対してのまず個人的な見解としては、アーティストの方たちは絶対に悪くないよねっていうところはもう揺るぎないかなというふうに思うので、今回のそういうね、今ここにコピーっていうふうに書かれたりとかいろいろしますけれども、そのあたりについての僕の個人的な肌感覚として、その傾向、そういうふうに事務所さんが結構言われてるなという傾向にあるなっていうのはなんとなくは感じてた部分があって、でそこに対して声明とか出してるのかなと思ったんですけど、なんか出てる雰囲気はないんですよね。でダンスやってる僕からしても確かにその海外の女性のダンサーさんが作った振り付けを見て、その後に、ドキュメンタリーの方の映像を見た時にもう振りはもろでしたね。振りはもろで、音楽かな、ダンスブレイクで使われてた音楽もそのアーティストの方が TikTok で言っていた音と結構もろだったんですよ。でここまでいろいろとこう似せてピックアップしてくるようなことをし続けちゃって大丈夫なのかなとちょっと思ってた部分があったんですけど、でそこに対しての、指摘じゃないけれども、ちょっとだからなんだろうな、そのミン・ヒジンさんの今回のお話を聞いた時に、僕は過去に自分で取り上げたその話題が蘇ってきたっていうのがあったんですよ。あれこの話と全く同じではないが、そういう話題性のある出来事は確かに他のクリエイティブの面でもあったよなっていうのはその時にパッと思い出して、アドラー独立背景、もうここは結構なんかね、許すまじって書いてあるんだよね。結構強い言葉で書いてありますけど、ビリーフラボ盗作行為許すまじというところで、これ26分前の記事でございますけどもね、ニュージーンズが所属するアドラー、ハイブが22日、と監査に着手しました。これ午前中の話でしたね。で独立を試みる動きがありましたと。でそこに対して、アイリットとニュージーンズの模倣とそれに沈黙するハイブの対応への不満があるようですということで、ミン・ヒジンさんがその件について語ってらっしゃると。でそっちに関してはさっきの、ネバーさんのまとめの方に全文がボーンと出てますので、ぜひぜひちょっとそちらも見ていただきたいなというふうに思いますけど、でこういった感じで振り付けをまとめていらっしゃるところがありますね。ニュージーンズさんやルセラフィムさんたちの振り付けのあれを真似したのではないかみたいなのもここら辺出ていたりとかするんですけれども、そのハイブさんのおっしゃってるポイントとミン・ヒジンさんのおっしゃってるポイントはちょっとずれてるじゃないですか。ハイブさん的には情報漏洩っていうのがあったと。で、ハイブさんからいらっしゃった A さん、A 氏って書いてありましたね。A 氏が、その情報、ハイブさんの情報をそのままこう持ってきて、で、アドアーさん経由で外部に流していたのではないかという、情報漏洩のポイントを指摘しているというところに対して、ミン・ヒジンさんは、自分たちのその作ったコンテンツが、コピーされていると、そこに対しての、修正を求めたりとかしたけれども何の対応もない沈黙が続いているので問題提起をしていく。
ちょっとずれてるんですよね。だからね上がってる掲げられてる問題に対しての民非人さん側の主張はちょっとずれているっていうところがあるので、なんかその一つの事実に対してでもこうなんですって言ってるポイントがちょっとずれてるかなっていうふうにこれを見ただけだとですけどねは思った部分ではあるんですが、まあ明日23日が期限となった回答をどういうふうにアドワーさん側が出してくるのかっていうところが一つポイントになってくるのかななんていうふうに思ったりもするんですよね。まあ結局メンバーの子たちがね、アイリットちゃんたちもこれは気の毒よね。名前ねここで出されちゃうっていうのはちょっときついよねっていうね。もしそうだったとしてもなんかそこはなるべくねお名前伏せといてほしかったなっていうふうに思う部分もありません？ちょっとこうミンヒジンさんが言ってたっていう事実が今度アイリットちゃんたちにも届いちゃうじゃないですか。それはそれでっていう風にもね感じるしね。そう名前をね出してパクったって言っちゃったらもう引き下がれないのよね。でもねミンヒジンさんが名前を出すっていうことは多分相当お怒りなんだろうなってなんか感じますよね。ハイブさんたちの、ハイブさんっていうかビリー・フラボさんの作った今結構だから快進撃じゃないですけどもね、すごく勢いのあってトレンドにもなってて新しい風吹かせてるっていうそのグループさんたちの名前をわざわざ出すっていうのはちょっとなんか意思感じちゃうよね。なんかミンヒジンさんの言ってることが間違いだとも思わないというのはなんとなく確かに振り付けとか曲の雰囲気とかコンセプトの部分とか見てても分からなくもないよねっていうのは分かりますね。僕も見てて確かに似てると思う部分はあったので、なんでしょうね、具体的に全く同じ並びで同じものを使ってとかっていうわけじゃないので、こういう音楽とか、ダンスの盗作疑惑みたいなお話って結局盗作した側が何も言わなかったりとか認めなかったら事実にはならないとかって結構あるんですよね。黙ってたら別に認めたらそれが事実になるんですけど、認めなかったら疑惑で終わるので、そのぐらいなんでしょう AI とかで判定できるものでももちろんないですし、主観でそう感じたかどうかだけになっちゃうので、最終的にそれを認めなかったとしてもうこれは誰もが見ててもそう思うよねっていうものでも時間が経つといつの間にかこう風化されてっちゃったりとかっていうのも結構あったりします。だから個人的に気になるのは、さっきもちょっとちらっとは言ったんですけど、ビリー・フラボさんの、この2ヶ月ぐらい前かな、クリエイティブの中で他の海外のアーティストの方たちがこれ僕らのなんだけどって言った物事が結局収束してなかったりとかする点についてのあれが戻ってきたって感じは僕の中ではするんですよね。なんかもちろんアーティストさんじゃないですよ、事務所さんのそういうクリエイティブの中でのそういう行為というか疑念みたいなものが持たれ続けたまんまでも沈黙通して何事もなかったかのようになっちゃってるのは見ててちょっと気になった部分ではあるので、どうだろうかねっていうのは一つありますけどね。だから今回ミンヒジンさんがおっしゃってることもなんかいやそんなことないでしょうと断定はできないというか、それまでのなんか背景を追ってきてる身としてはまたそういうのあるのどうなのっていう目で見ちゃいますよね。アーティストさんはもちろん悪くないです。